皆さん、こんにちは。サイバーコネクト2代表の松尾でございます。ご質問です。今の最先端技術を使ってゲームを開発しているとき、できることがゲームに必要な機能より多くなりました。なんか難しいな、これ。直訳だからか。はい。今の技術でゲームはいろんなことができるようになりましたと。はい。この技術を最大限活用するのは難しいと思われますか？最大限全部ね、今のテクノロジーをぶっ込むのは無理よ。全部は無理やね。やっぱどっかに方向性絞ってやっぱやらんとあかんと思いますよ。はい。現在こそゲーム開発のシステムやゲームデザインに、集中すべきだと思っています。という考えということですね。はい。今の技術を活用するのは、注目されてますが、この期待に応えるのはチャレンジになりますか？要するに技術ばっか、追い求めるのが、よしとできるかってことだと思いますけども、ゲームって今までそういった技術の進化によって、やっぱ新しい表現だったりね、新しい遊びっていうのがやっぱ生まれてきたわけだからさ、今からほんの10年ちょっと前まではね、物理計算っていうものだって、あんなんいらないよと、言われてた時代もやっぱあったわけですよ。けど、やっぱ、そういった物理のシミュレーションが入ることによって、ゲームの臨場感はやっぱ上がったし、それでやっぱ新しい体験ができたってことは別に否定したらあかんことやないかなって思いますよ。はい。最新コンソールの開発で、論理的にデビルメイクライ3の戦闘システムと、ウィッチャー3の世界観と、アスラズラースの凄さなるゲームを作ることができるようにって。よくね、これね、お客様から言われるけど、なんやろうな、車に乗るとグランツーリスモのクオリティで、車から降りて敵と戦うときにはコールオブデューティーのクオリティで、みたいなね。で、戦闘機に乗るとエースコンバットのクオリティで、バトルシステムはファイナルファンタジーで、みたいなね。できるかいって話ですよ。ゲームってどれもこれもそうですけども、一方向にやっぱちゃんとコンセプトとテーマを持って、作られるべきものなので、いろんなゲームのいいとこ取りを寄せ集めてガチャって作られたものはやっぱり中途半端で花のないやっぱタイトルになるんじゃないかなって私は思います。なんで安易にあんまそういうことは考えない方がいいんじゃないかなって、私は個人的な意見ですけれども、そう思いますよ。はい、サイバーコネクト2のゲームデザインはどのように技術の進歩に影響を受けてますか？それは受けますよ。受けますけど、うちはやっぱアクションゲームとかね、アクション RPG をやっぱり作ることが多いので、けど、昔に比べてやっぱ今のゲームっていうのは、もともとやっぱお客様にめんどくさいとかね、そういう面倒なことを強いていた部分っていうものをゲーム側が先回りしてやってあげるのは、今のやっぱゲームとして当たり前にやっぱやんなきゃいけないんじゃないかなって思いますね。人によってはね、ゆとりすぎるのは良くないとかって思われるかもしれないですけども、技術の進化に伴って、どんどんゲームが遊びやすく便利になるのは決して悪いことではないと思いますし、一番やっぱ手応えとかを感じてほしい部分でしっかりちゃんと終わらせていけばいいんじゃないかなと私は思います。